まず漢字は中国から日本に伝わったもので、一つの漢字に対して音読みと訓読み。はい、こんにちは。今日は漢字の読み方はどうして複数あるの？音読みや訓読みって何？ということを説明したいと思います。どうしてこういう動画を撮ろうと思ったかというと、以前投稿してたくさんの方が見てくれたこの漢字を全部書いていくシリーズ、これの時は動画の長さの関係とかもあって漢字一つにつき代表的な一つの読み方しか紹介できなかったんですが、ほとんどの漢字って実は複数の読み方があるんですよ。そこで近々こういうシートを使って一つ一つの漢字の読み方をもっと詳しく勉強する動画を投稿しようと思っているんですが、その前にね、そもそも漢字の読み方ってどうして複数あるのか、音読みと訓読みって何？ということをお話ししてみたいと思います。では始めましょう。まずちょっとこのシートを見ていただきたいんですが、これが漢字で、これが読み方、これが単語例です。で、この読み方の部分なんですが、このようにほとんどの漢字には複数の読み方があるんですね。それはなぜかというと、漢字には音読みと訓読みと呼ばれる2つの読み方があるからなんです。じゃあ、音読みと訓読みって何？ということを今から説明します。まず、これが日本で、これが中国とします。まず漢字は日本で生まれたものではなくて、中国から日本に伝わったものです。で、日本では大昔、数を数えるときに、一つ、二つ、三つと数えていました。これは今でも同じです。ただ、当時これは話し言葉で文字はなかったんですね。一方で中国には漢字がありました。1、1、2、3。これは今の読み方で言うと、い、あ、3って読むのかな。ちょっと私中国語が全くわからないので発音が下手くそで申し訳ないんですが、おそらくいやさんで、この漢字というものは素晴らしいですねっていうことで、これが日本にも伝わりました。1、2、3、1、2、3と伝わりました。この読み方が音読みなんですよ。音読み。つまり音読みとは中国の発音を元にした読み方なんです。そしてこの伝わった漢字をもともとあった日本語の言葉にも当てはめようっていうことで、こうやって当てはめたんですね。こうして生まれたのが訓読みです。訓読み。つまり訓読みとは、もともと日本にあった言葉に漢字を当てはめた読み方なんですね。一つ、二つ、三つ。日本では読み方をどちらかに統一せずに、両方残したんですね。こうして
一つの漢字に対して複数の読み方が生まれたんです。では、それらを踏まえて漢字の表を見てみましょう。それぞれの漢字に音読みのこれですね。1、音読みの2、音読みの3、それぞれ音読みがあって、さらにこの人には蓋、これ蓋、3はみっていう感じで、それぞれ訓読みも入っています。つまり一つの漢字に対して、一つの漢字に対して音読みと訓読みの読み方が入っているということですね。これとこれですね。で、単語も見てみましょう。ワンという一つの意味に対して1という単語、一つという単語、それぞれありますね。2も同じです。2という一つの意味に対して2または2つという単語がそれぞれありますね。3も同じです。3に対して3という単語と3つという単語がありますね。このように一つの漢字に複数の読み方がついたわけです。じゃあこの1と1つはどういう時に使い分けるのかっていうのはまた別の動画で詳しく説明したいなと思うんですが、簡単に言うと、こっちの1とか2は単純にカウントする時ですね。ものを数える時に1、2、3、4と数える時に使う。で、こっちの1つ、2つ、3つっていうのは例えばコーヒーを注文する時なんかにコーヒーを1つください、コーヒーを2つくださいという時に使ったりします。またこのあたりは別の動画で詳しく説明したいと思います。はい、ここで一つ注意点なんですが、じゃあ中国語の漢字と日本語の漢字全く同じなのというと全く同じではありません。なぜかっていうと中国の漢字も日本の漢字もそれぞれ時代や状況に合わせて変化してきているんですね。だから形は同じだったり似ているものも多いですが、読み方や書き順は異なるものが多いです。例えばこの数字で言っても現代の読み方とイヤー3っていうのと日本は123なので見た目は同じですが読み方が異なりますよね。で、形が全く同じでも、書き順や意味が異なる漢字も多いのでそこは注意が必要です。あとちなみに漢字によっては、音読みと訓読みが一つずつではなくて音読みがたくさんあったりとか逆に訓読みがたくさんある漢字もあります。これはどうしてかっていうと漢字の読み方って長い歴史の中でいろいろ変化してきているんですね。なんて言うんでしょうね。時代に合わせて変化してきている。で、日本ではなるべくこの変化した正しい発音を取り入れたいということで変化した音を全部取り込んでさらに上書きすることなく残したんですね。それで漢字によっては音読みがたくさんあります。逆に訓読みが多い漢字はなぜかっていうと日本の漢字に当てはめた時に
この一つの言葉ではなくて、もっといろんな言葉に当てはめたような漢字だと、その分だけ読み方が多くなります。あと、音読み訓読みどちらか一種類しかない漢字もあります。音読みだけで事足りた漢字は音読みしかないですし、日本で生まれた漢字というのもあって、そういう漢字は訓読みしかありません。はい、こんな感じでちょっと長くなってしまいましたが、今日は、どうして漢字の読み方は複数あるのか、あと音読みや訓読みって何っていうことを説明しました。次回からですね、このシートを使って一つ一つの文字の読み方を説明しますので、そちらもぜひご覧になってください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。